こんにちは、あきおです。今日は、おすすめの本の紹介をしたいと思います。っていうのも僕は本を読むのがめちゃめちゃ好きで、読んだ本は全部今までブログに、メモとして記してるんですけれども、3年間で144冊の本を読んでました。1年間で48冊、1ヶ月で4冊。なので1週間で1冊っていう形です。なんで僕が本を読むのが好きかっていうと、僕よりすごい人がもう何年も何十年もかけて得たノウハウとか知識っていうのを1時間ぐらいで学ぶことができて、そしてそれが自分の成長につながるっていうところがもうめちゃくちゃ好きです。で、その自分の成長につながる、自分を向上させるっていうのが僕はめちゃめちゃ好きで、それっていうのは僕が好きな、旅とか筋トレにも通ずるところです。なので、ちょっと今後、このチャンネルにおいても、旅と筋トレに加えて、本の紹介っていうところでも動画を配信していけたらなと思ってます。今回紹介する本はこちら。レバレッジリーディングっていう本です。著者は本田直之さん。ざっくりまとめると、本の読み方の本になってます。この本のポイントを5つにまとめると、こんな感じです。本は最高の投資対象であることを知る。そして目的を持って読む。制限時間を設定する。自分の身に置き換えて読む。最後に実践する。これが5つのポイントです。順に説明します。まず、読書っていうのがめちゃくちゃ効率のいい投資。自分への投資であるっていう事実を認識するっていうところ。めちゃくちゃ短時間で、先人のナレッジ、ノウハウっていうのを吸収できるんで、その点において、やっぱり読書っていうのはめちゃめちゃ最高の投資対象です。2つ目が目的を持つというところ。その本から何を吸収したいのか、そして何をアウトプットしたいのかっていうところをしっかり意識して読むというところ。で、3つ目、制限時間を設定する。これはめちゃめちゃ大事で、僕はだいたいビジネス書とかサクッと読めるビジネス書とかにおいては、制限時間は60分で設定して本を読んでます。もう60分以上経ったらもう絶対読んではいけないぐらいの。60分で読み切る、60分でしっかり吸収しきるっていう意識を持つことで集中力が上がりますし、それこそダラダラ読んでしまわないので効率のいい読書ができます。4つ目が自分の身に置き換えるっていうところ。自分だったらどうするかという視点で本を読むことで、当事者意識が芽生えて、自分の身に置き換えたアイデアみたいなのが出てきます。5つ目が実践するというところ。本を読んでインプットするだけでは自己満足に終わってしまうので、アウトプットするっていうところ、実践するっていうところが、一番本を読む上で重要になってきます。この本においては、ビジネス書を読んだら、まず要点をまとめたメモを作ります。で、それを常に携帯して何度も何度も読み返す。で、繰り返し読むことで条件反射的に行動できるようにして、どんどん実践で活用していきましょうって書いてますね。で、僕も最初ノートに要点まとめてたんですけど、もうノートにまず書くのがめちゃめちゃ時間かかるし、ノートをもう携帯するのがめんどくさいってことで、僕がたどり着いたのは、僕は今ブログに、読んだ本の、重要やなと思ったこのメモと自分ならどうするかみたいなところを記事として書いてます。で、こうすることで、インターネット上のオンラインのメモみたいな感じで、自分のブログだったら携帯でピッて開いて、検索したらすぐにその本出てくるんで、それを定期的に読み返すようにして、実践につなげてます。はい、以上、レバレッジリーディングっていう本の紹介でした。で、最後言いたいのが、本を読む時間がないっていう人多いと思うんですけど、もうそれはもう向上心、自分に向上心がないって言ってるのとも同じだと思ってます。本読む時間ないって本当ですかって言いたくて、Twitter やインスタや Facebook や LINE やってる時間絶対あると思うんですよ。で、テレビ見てる時間もあると思うんです。そういうのを振り返れば絶対本を読む時間って作れるはずなんですよね。自分を向上させるためになんとか時間を作って本を読んで自分を成長させていきましょうっていうところです。僕も頑張ります。ありがとうございました。And they stay there.